どうもこんにちは、魚茶屋用の矢野です。で本日は、ちょっと夏にはぴったりのビールにも合うような、ココナッツバター、シュリンプシンガポール料理ですけどもをご紹介させていただきたいと思います。今日のメインはエビなんで、ブラックタイガーですね。殻付きなんですけど、ちょっと今日は殻を剥いて、調理していこうかなと思います。分量にあるような片栗粉と塩、これでエビを洗っていくっていう感じですね。で下味用の油とニンニクで塩、最後の調理工程で使う炒めていく食材の無塩バターですね。塩入ってるバターだとちょっと味がきつくなってしまうので無塩バターの方がいいと思います。で、ココナッツロング、スーパーでもちょっと売ってると思うんですけど、お菓子コーナーとか行ってもらったらこういうのを売ってると思います。あとは味付け用の調味料が調理していきたいと思います。まず、エビの下処理からしていきます。でエビなんですけど、殻付きでもいいんですけど、殻付きやったらちょっと食べづらいんで今日は、むき身にして、調理していきたいと思います。でも見栄え良くするためにこの尻尾の部分だけここだけ残して調理していきたいと思います。エビも剥き方人それぞれいろいろあると思うんですけど、僕が一番剥きやすいなって思う剥き方はこのお腹の部分、ここ付け根のここから親指を入れてもらってこう引っかくんですよ。引っかいて取ってしまうとぐるんと剥ける、簡単に剥けると思います。親指で引っかいて背わたを取っていくついでに、火が入りやすいように身も軽く割っていきます。こんな感じですね。背わたがあれば背わたを取ってもらう。背中開くことによって、火も入りやすいですけど、この後ニンニク、一緒にあえてマリネしていくんですけど、味も入って香りも入っていきやすいかなと思います。で背わたが取れたので、洗っていくんですけれども、海鮮系はどうしても独特な臭みが特に冷凍物はあるので、この中に塩ですね、多めの塩で、この段階で、ある程度しっかり揉んであげてください。揉むというよりかは、こすり合わせて、洗うというイメージの方がいいですかね。そうすることによって臭みと汚れが出てきます。で臭みと汚れが出てきたところで、ここに片栗粉で、片栗粉なんで入れるのっていうと、出てきた汚れ臭みっていうのをこの片栗粉が、吸着してくれます。で吸着したものを水で洗い流すとこうすごく汚い色、片栗粉が全部こう吸着してくれるんで、これをあとはしっかり洗い流す。このひと手間で、海鮮系の、シーフードの味は良くなると思います。で臭みっていうのが取れると思います。で何度か水を変えながら洗っていって、水が透明になれば、あとはよく水分を切って、ペーパーなどがあればペーパーなどに移してもらって、で水分切っていってください。で次にニンニクです。好き嫌いがあると思うんで、大きければ1個でいいです。ちっちゃければ2かけぐらい。この後一緒に塩と油入れてエビにマリネしていく感じです。ちょっと大きいんでね、1個にします。ニンニクが好きな方はここで粗くみじん切りにしてもらってもいいですし、あまり苦手で、っていう方はしっかりめの、細かい
みじん切りにしてもらってもいいと思います。でもちろんフレッシュのニンニクじゃなくてもチューブのニンニクでも全然代用はできると思いますので、まあ、お家にあるものどちらかでやってもらったらいいと思います。で、みじん切りにしたニンニクを先ほどよく水分を切ったエビですね、入れていきます。でここに、軽く一つまみぐらいの塩。この後いろんな調味料が入るんで、まあ、そんなに、しっかりとした、感じの塩味じゃなくていいと思います。でマリネする用のサラダ油でこれを軽く、揉み込んでもらって、で、ラップをして、まあ、冷蔵庫で10分ぐらい、マリネしてもらったら、香りがしっかりと移ると思います。はい、じゃあ調理していきたいと思います。でマリネしたエビです。調理するときにこのココナッツ、ロングの中にも、分量の味の素、塩で鷹の爪、この中に合わせておいてください。そうすることによって作業が一気にはかどります。で準備しておいてほしいものがこう、ボウルとざる、結構多めの、バターで、最後炒めるので余分なバターを切りたいのでざるなどこういうものを用意しておいていただきたいと思います。この動画がいいと思った方は、高評価、チャンネル登録、コメントも、よろしくお願いします。まずエビを、炒めていきたいと思います。熱した、鍋フライパンにエビ、まあ、片面ずつニンニクついたまんまでいいです。まあ、殻がついた状態の方が、まあ、この作業をするときに、香ばしい感じが出ると思うんですけども、ちょっと食べづらいんでね、今日は殻なしでいきます。でもちろん殻付きで作っていただいても全然美味しくできると思います。でこんだけちっちゃいエビなんで、まあ、片面ずつ、切り焼いてもらって、香ばしい感じがついたら、軽く蓋して、蒸し焼きにしてください。これで火通す感じですね。であまり強火にしすぎると海鮮エビとか特に身が縮んでぐっと縮んでしまうんで、まあ、ちょっとこういう風に火を通す場合はゆっくり、火を通してあげた方が、身の食感がよく仕上がると思います。蒸し焼きにしてきましたので、まずこれをね一度、取り出しておきます。きれいに鍋洗ってもらって、熱した、お鍋に、無塩バターですね。でこれ今僕正直失敗したんですけど冷蔵庫から出した、すぐのバター使うよりも若干常温に戻しておいてもらった方が、すぐに、溶けて調理がしやすいと思うんで、まあ、この料理するときは常温に出してある置いたバター使ってもらうのがいいかなと思います。ポイントとしては焦がさないことなのでゆっくり溶かしていきます。でバターすぐ焦げてしまうんでね、周りから焦げてしまったりするんで、まあ、ゆっくり溶かして一回全部このバター溶かします。普段の営業でバター使うことってあるんですか？たまに、使いますけどほぼほぼ使わないですね。バター高いんでバター高いんで、もうこの料理するときマーガリンでも全然代用できます。お家でやったらマーガリン使ってもらった方が安いんでで弱火でしっかりバターが溶けたところで、先ほど合わせてあったココナッツ、これを入れていきます。でココナッツロング、結構焦げやすいんで、中火ぐらい、火力全開にしないで、常にこうかき混ぜる感じで、長いまんまの食感楽しんでもらいたいんで、あまり、ガタガタと、かき混ぜるのではなくゆっくり優しくほぐしてあげるような感じで、周りが焦げやすいですから。で少しするとこうもわもわ泡が立ってくるんで、このぐらいですね。
で、基本的にはこの料理ココナッツにはあまり色をつけたくはない料理なので、行き過ぎると抹茶色になってしまうんで、ココナッツにしっかりとバターの風味移りましたら、先ほど調理してあったエビ、これを絡めていきます。でここでしっかりにんにく、エビ、バター、ココナッツ風味移してあげたら、余分な余っている、油を落としてあげたいので、ざるに。でここで結構しっかりと余分な油がね出てくるんで、これをしっかり落としてあげてお皿に盛り付けて完成です。はい、完成です。いただきます。はい、どうぞ。すごい量のココナッツココナッツも結構当てになるような、うん召し上がっていただけるような料理。じゃあ一緒にいはい。ただきます。うん。すごいココナッツにバターの香り移ってますね。すごいめちゃくちゃはいすると思います。で、なんかこのニンニクもすごいうん、効いてて、このココナッツの素朴な感じとすごいあって美味しいです。ありがとうございます。これシンガポールだったらお酒のあてみたいな感じでお酒食べれるのそうですね、あてですね。タイガービールとか、結構向こう暑い国なんで、こういった、塩辛いものとかを、薄い味のビール、さらっとしたビールでぐっと流し込んで食べてもらうみたいな。エビともすごい合いますね。そうですね、ココナッツって結構なんかイメージで甘い感じの、フルーツみたいな感じで捉えられますけど、料理としてもしっかりと使えるっていう。確かにちょっとお菓子の印象がココナッツありますけど、すごい美味しいです。シーフードとすごく合うんで。ニンニクはどうですか？ニンニクすごい効いてます。エビにすごい絡んでますね。やっぱマリネしてるのが。そうですね。はい。10分ぐらいでもしっかりとは入るんですけど、香りをもっと強くっていう方は、半日とか冷蔵庫の中に置いといてもらってもいいですし、あのまま、ジップロックの中に入れて冷凍してもいいですし、で、小分けにして使うっていうことも可能です。美味しい料理をありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様です。JR 福島駅から徒歩5分圏内、シーフード、魚介を中心とした中華料理、ウオチャイナようです。皆さんぜひよろしくお願いします。